いや、どうもどうも。週末、ゆっくり YouTube でも見てるかい？のんびりしてる時間って本当に最高だよな。最近さ、好きな YouTuber とかがこの度会社を作りましたなんて報告してる動画たまに見かけねえか。へえ、すげえな、社長かなんて思うけど、会社ってのは作った終わりじゃねえ。俺たちが給料から税金引かれてるみたいに、会社もちゃんと儲けが出たら国に税金を納める義務があるんだ。その会社が払う税金のことをまとめて法人課税なんて言ったりするんだけど、これがまたちょっとややこしくてな。法人課税なんだか難しそうだなって思うだろう。大丈夫だ。今日はこの法人課税ってのが一体何なのか、俺たちの身近な話に例えながら、だらだら雑談するみたいに話してみるぜ。これを知ってるとニュースの見方もちょっと変わって面白いかもしれないぞ。そもそも法人ってなんだ。まず、法人課税の法人って言葉からだ。簡単に言っちまえば、法律がこれも一人の人間みたいなもんだって特別に認めた組織のことだな。俺たち一人一人は自然人って呼ばれるんだけど、会社みたいに大勢の人が集まって一つの目的で動く組織を法律上一人の人格キャラクターとして扱おうってのが法人なんだ。株式会社とか合同会社とか聞いたことあるだろ？あれが法人だ。なんでそんなもんが必要かっていうと、例えば会社の土地を買ったり、銀行からでかい金を借りたりするときに、社員の誰かじゃなくて、株式会社っていう人格キャラクターの名前で契約できた方が、いろいろとスムーズに進むからなんだよな。俺たちが働いてる会社も、もちろんこの法人だ。社会っていう舞台で活躍する一人の役者みたいなもんだと思ってくれ。法人課税のメンディッシュ、法人税。さて、本題の税金の話だ。法人にかかる税金にもいろいろあるんだけど、一番のメインディッシュが法人税だ。これはシンプルに会社の儲けにかかる税金のこと。会社も商売してるわけだから、1年間の活動が終わると、今年はいくら儲かったかなって計算するんだ。これを決算って言うんだけどな。その計算はこんな感じだ。売上から経費を引くと利益所得になる。例えば、1億円売り上げても、材料を仕入れるのに5000万円かかって、俺たち社員の給料で3000万円払って、事務所の家賃やら電気代やらで1000万円使ってたら、残る儲けは1000万円だろう。この最終的に残った儲け。税金の世界ではこれを所得って呼ぶんだけど、この所得に対してドカンとかかってくるのが法人税なんだ。じゃあ税金はいくら取られるんだって思うよな。これがまた会社の規模、資本金の額とか儲けの額によって税率が変わるんだ。ざっくり言うと、中小企業なら儲けの 15% とか、大きくなると 23% くらいとか、まあそんなイメージだ。俺たちの給料にかかる所得税は、稼げば稼ぐほど税率が上がっていく。累進課税ってやつだ。けど、法人税はまたちょっと違う仕組みなんだな。まだまだあるぜ。法人税の仲間たち。へえ、儲けに税金がかかるのか。わかりやすいじゃんと思ったかい。まあ待て。法人課税は、この法人税だけで終わりじゃねえんだ。いわばセットメニューになってる。他にもこんな奴らがいるんだぜ。法人住民税。俺たちが住んでる市や県に住民税を払ってるだろ。あれの会社版だ。この町で商売させてもらってるんで場所代よろしく、みたいな税金だな。会社の事務所がある都道府県と市町村に払うんだ。こいつの厄介なところは、会社の儲けがゼロ、つまり赤字でも払わなきゃいけない部分があるってことだ。均等割って言うんだけど、会社の規模に応じて最低でも年間7万円を払ってね、みたいに決まってる。だから会社を維持するだけでも金がかかるんだよな。法人事業税。これは会社がやってる事業そのものにかかる税金だ。都道府県に払う。道路を使ったり、港を使ったり、警察や消防に守ってもらったり、会社が事業をやる上で、いろいろな公共サービスを使ってるだろう。そのサービスを使わせてもらう利用料みたいなもんだって考えると分かりやすいかもしれねえ。こいつは、基本的には会社の儲け、所得に対してかかる。消費税。これはおなじみだよな。俺たちがコンビニでジュース買うときに払ってる、10% の消費税だ。会社は、お客さんから商品を売ったときに預かった消費税をまとめて国に納める義務があるんだ。もちろん会社が何か材料を買ったりしたときに払った消費税は、その分差し引いて計算できるんだけどな。これも会社が納めるべき大事な税金の一つなんだぜ。他にも会社が土地や建物を持ってれば固定資産税がかかったり、いろいろとある。こういった税金をまとめて法人課税って呼んでるわけだ。なんでこんなに税金払うんだ？それにしても会社ってのは大変だな。なんでこんなに税金払うんだって思うよな。
でも、その使い道を考えれば当たり前の話でもあるんだ。俺たちが普段車で走ってるこの整備された道路。何かあった時に駆けつけてくれる警察や消防。子供たちが通う学校。全部俺たちや会社が納めた税金で成り立ってる。会社もこの社会の一員として活動して利益を上げさせてもらってるわけだからな。その分社会を維持するためのコストを負担するのは当然の責任ってわけだ。巡り巡って俺たちの生活を支える土台になってるんだよな。まとめ。そんなわけで、法人課税ってのは、法律上の人格である法人が社会の一員として納める税金のセットメニューみたいなもんだってことだな。メインの法人税儲けにかかるに加えて、法人住民税場所代、法人事業税サービス利用料、そして消費税なんかがセットになってる。もし今度 YouTube で好きなクリエイターが法人なりしましたなんて報告してたら、社長になったのか、これからこういう複雑な税金をちゃんと計算して納めていくんだな。大変だろうけど、社会の一員として頑張れよ。なんて、ちょっと見方が変わるかもしれねえよな。見えないところでみんなちゃんと責任を果たしてるってわけだ。大した問題を本当に。